ピノサ聖堂騎士隊ご参着されました。ミラベル騎士団およびダムソン騎士団も2名にオートに入ると先触れが。集合状況はどうだ？未だ4割程度かと。動力期間停止のため連邦駐留の部隊の合流が遅れております。オートからも可能な限り騎馬隊を迎えに出して移動のサポートをしておりますが。はかばかしく。はい。それに反抗のチャンスがあるかどうか、全てはルクシオール次第。やはり苦しいか。案ずることはない。陛下。ルクシオールは必ず来る。あれは奇跡を呼ぶ船。我らにできることはその時を信じて準備を整えるのみ。良いな、皆の者。ケルシー、サンタローザ、そのホーラには先に伝えた計画通り働いてもらうぞ。って大丈夫かしら、私たち。覚悟するしかないんじゃない？そうね。もうこうなったらそれしかないわよね。頑張ります。頼んだぞ。これはそなたたちにしか果たせぬ役目だからな。そしてリリーシーシャーベット。七へのごきげんよう。先ほどジュニエブルから通達が来たわ。これはもう予想通り全ての決着をセルダールでつけるというものでした。今度はアライアンス3公爵が揃って私たちと戦うつもりのようね。セルダールを盾に取られている以上状況は変わらないな。今までの戦いはなしってことかよ。たくムカつく連中だぜ。とはいえ提示してきた条件には奇妙な譲歩があったわ。どういうことです？まず補給に関してはいつも通り何の制限もなくマジークに寄港していい。さらに今回はマジークの艦隊を好きなように同行させて構わないそうよ。それをわざわざ通告してきたんですか？どういうことでしょう。別に言わなくてもいいことですわよね。そうなの。その辺のニュアンスは直接見てもらった方が早いわ。ガーチューさん。はい、該当する部分の通信記録を再生します。補給を禁じるつもりはない。それからこの決戦に際しマジークの艦船が機関に随行することを許可する。兵力に上限は設けない。好きなように編成して構わない。対決の記述は別途送信する。以上。
どう？確かにおかしいですね。変な顔してたのだ。まるでいやいや言ってるって顔なのだ。そこなのよ。まさにこれまで私たちは夏目さんの摂政として権力を振るってきたジュニエブルがこのゲームじみた戦いを主導してきた可能性について考えてきたわ。でもこの様子を見る限り彼にはルールを自由にする権利はないのかもしれない。表情や唇の動きを分析した結果、不本意な情報を提案させられている特徴が認められます。それじゃあまさか参考釈の背後にルールを決めている黒幕がいる？だがジュニエブルは実質的にアライアンスで一番の権力者のはずだ。ああ、姫さんを切り捨てちまった今、誰があいつにそんな命令ができるんだ。うん、そうだよね。もはや手段を選んでいる場合ではない。我々にもう後はないのだぞ。すぐにセルダールに全面攻撃をかけ、その上でルクシオールを迎え撃つべし。将軍、全く機構はすぐに目的を見失う。愚かに過ぎるぞ。なーにー？わざわざ禁じ手を用いて資格を失いたいのか。我が輩、巻き込まれるのはごめんだ。しかし負けてしまっては元も子もなかろう。それは資格を失っても同じこと。それにまだ負けと決まったわけではない。そうであろう、ジュニエブル殿。もちろんまだゲームオーバーじゃない。ルールの範疇で戦うだけでも十二分に勝てる。ここで早まっちゃったら水の泡だよ。そんな悠長なことを言ってられるか。万が一今回も負けてしまったら。カルバドゥス、君が勝手にルールに違反し勝手に失格になるのは構わない。だけど連帯で僕ら全員が失格になるようなことがあったら僕はきっと君のことをもう味方だとは思わないだろうな。我が輩も同じだ。その覚悟があった上で言っているのか、将軍。マジーク艦隊の同行を許可せよ。これは確かに想定外の指示だ。だけどまあルキシオール以外は何とでもなるさ。万が一最悪の事態を迎えたとしても僕らにはまだ切り札がある。さあ、まだ投了する時期ではない。その言葉当てにして良いのだな。好きにしろ。ま、カルバドゥスの心配もわからなくはないよ。今回の戦いこれでこけたらもう後はないかもしれない。だがもはや引き返すこともかなわぬ。そういうこと。バカにしってすぐに吠え面かかせてくれる。まずはこの戦いに勝つのが先決。出し抜くのはその後でも。すでにルクシオールは呼び寄せた。決着をつけようじゃないか。さあみんな共に力を合わせ鍵を手に入れんことを。グッドラック。グッドラックか。いずれにしろこれで最後だろうね。出撃の前に顔でも見ておこうかな。白波少尉入ります。ではあくまで投降する気はないのじゃな。ああ、僕はまだ負けたとは思ってないからね。ジュニエブル。それにしても夏目、敵側の言葉として君から投降を迫られるとは思わなかったよ。それはわらわのセリフじゃ。我が同胞アライアンスへ向けて投降を迫る羽目になろうとは思わなんだ。まったく皮肉なもんだね。ジュニエブルよ、ソチがこれまでわらわをたばかっていた事実は理解した。ソチにとって
まことわらわは手のかかる生意気な小娘であったじゃろうの。はは、分かってもらえた？じゃがの、それでもなおわらわは忘れることができんのじゃ。何をだい？5年前わらわが毒を盛られた時、そちが率先して身代わりになったこと。幸い解毒剤があったものの、そちはあの後3日の間苦しみ続けておったの。あれ以来わらわは何人たりとも毒味なることをやめさせたあの時のそちの命をかけた振る舞い、あれも偽りであったのか？さあ、覚えがないな。記憶違いじゃないの？それだけではない。遊び相手がいなくてわらわが泣いておった時、そちだけはいつもわらわと向かい合うてくれた。あれもすべて策略のうちであったか？ああ、そうさ。摂政として皇女様のお気に入りになっておかないといろいろと困るだろ。そうか、そうであったか。甘いよ夏目。いつだって人の行動には裏がある。そんな甘い感情を持ってたら最後に笑うことはできないんだよ。ジュニエブル、それは違うぞ。甘いは人を幸せにするものじゃ。単にそちはそれを知らぬのじゃ。そうかい。どうやらすっかりその船に順応したみたいじゃないか。安心したよ。でもルクシオールは今から僕が沈める。さよならだね夏目。ジュニエブル、なぜこのようなことをした？申すのじゃ。ノイエを我が物に。それだけだよ。嘘を申すな。そちは摂政であろう。国政を犠牲にしてまでそちが得ようとしたものは何じゃ。夏目、君はもう皇女じゃない。そして僕ももう摂政じゃない。だから答える義務はない。ジュニエブル、さよなら。うつけ者め。夏目。和也、今の会話聞いておったのか？うん、ごめん。途中からだけど。夏目さん、和也くんは私が呼んだのよ。あなたの決意、和也くんにも伝えておくために。そうか。そうであろうな。決意？ええ、実はね。和也、わらわもそちと一緒に戦うぞ。へえ、夏目も一緒にって、その許しを今艦長殿にもらったところじゃ。セルダールではわらわも紋章機で出る。ココさん？そういうことになったわ。セルダールでは大兵力が待っているでしょうし、夏目さんの機体は火力重視型。参戦してもらえればその存在は大きいわ。でもこれでも皇女なんですよ夏目は。これでもとはなんじゃ失敬な。皇女で何か問題があるか？問題も何も危険じゃないですか。子供扱いするでない。紋章機にまぐれでは乗れぬこと知っておろう。それにこの度の戦いでルクシオールが敗れればわらわとてそちたちと同じくおしまいじゃ。ならば船で見守るよりも戦場に出て少しでも役に立った方がマシであろう。和也くん、あなたの言うことはわかる。カーチューさからも同じことを言われたわ。当然の意見でしょう。ええ、通常の判断ならそうでしょうね。でもいずれにしても次の戦いで負けてしまったら同じこと。皇女様もろとも私たち全員の命はないわ。そりゃまあ戦力は少しでもあった方がいいですけど、でもソルダム陛下もおっしゃってたじゃないですか。アライアンスと和平の道があるとしたらそれは夏目だって。はあ、セルダール
の王はそんなことを言ったか。では和也、そちに聞く。先ほどのわらわとジュニエブルとの会話聞いていて、和平の可能性を感じたか？ああ、それは。もはやわらわに人質としての価値はない。ならばせめて戦力にでもなってもらわねばのう、艦長殿。別にそういうわけじゃ。そうか。だが実際そうであろう。それに何よりこれはわらわが望んだ道じゃ。案ずるな和也、必ず大戦果を上げてみせるからな。夏目。そういうことだから夏目さんは一時的にエンジェル隊の所属とするわ。やっぱりそうなるんですね。不服か？ああ、いやいや。夏目さん、こうなった以上隊長の命令は絶対よ。和也くんの指示に従ってね。無論じゃ。戦場では上官と部下、好きなように命令してよいぞ和也。はい、どうかお手柔らかに。なんだかセリフが逆だけど、よろしくね和也くん。夏目さんも働きを期待しています。大船に乗ったつもりでいてよいぞ艦長殿。はあ、大丈夫かな本当。それじゃあ和也くん、早速だけど夏目さんを格納庫に案内してちょうだい。整備班がすでに整備に入ってるはずだけど、ヘイローの調整には本人が必要だから。はい、了解しました。和也。何？もしかして怒っておるのか？別に怒ってなんかないよ。嘘を申すな。明らかに不機嫌そうではないか。ほれ、へそを曲げておる顔じゃ。怒っておる。だって夏目はさ、戦場に出るのってどう考えてるの？どうとは、戦って勝てばよいのであろう？夏目、紋章機乗りの君に今さら言うことじゃないけど、戦闘機での戦いっていうのは前線での戦力の削り合いなんだ。そこには絶対なんて言葉はない。もちろんみんな勝つつもりで出撃するけど、何があっても不思議はないんだ。みんな覚悟を持って戦いに臨んでる。そんなこと分かっておる。いや、分かってない。夏目は分かってないね。なんじゃとっこな。わらわとて危険を冒す覚悟はできておる。ほら、分かってない。無礼な。何を分かってないと申すのじゃ。覚悟ってのは自分が撃墜されるかもしれないってことだけじゃないよ。絶対がない以上、出撃のたびに誰かが帰ってこないかもしれない。そういう覚悟もしなくちゃいけないんだ。僕たちはこれから夏目のことも覚悟して出撃することになる。軽い気持ちで参戦なんてされたら、夏目？バカ者。わらわがそんなこと本当に分かっておらぬと思うのか。マジークで皆が出撃した時、わらわはただ祈ることしかできなんだ。戻ってくれ、無事に帰ってきてくれと。もしあの時誰かが帰らぬ身となっていたら、わらわはずっと後悔していたであろう。共に出撃し、少しでも戦力に慣れていれば何かが変わっていたかもしれぬと。そうか。あの時夏目はそんな気持ちで。またあの時のように祈り続けておれというのか。紋章機にだって乗れるこのわらわに黙って心配だけしていろと、そう申すのか。ごめん夏目、考えが足りなかったのは僕の方だった。僕だって何かできるかもしれない時に何もしないで待っているのは嫌だ。
それを夏目に押し付けようなんて勝手だったよ。本当にごめん。謝る必要はない。謝られるとわらわはどんな顔をすればよいのかわからぬ。それじゃあ改めてよろしく、夏目いざよい臨時隊員。握手か。よろしくお願い申し上げる、白波隊長殿。しっかり働いてもらうからね。泣き言は言わないでよ。ほざいておれ。隊長のお株を奪う大活躍でそちの面目丸つぶれにしてくれるぞ。何しとんねん、カズヤン。ああ、コロネさん。夏目姫はんや。リリーはんと一緒のとこ何べいか会うたね。おう、よろしくの。まあ入って入って。パイロットなしじゃ調整は進まへんからな。おーい、カズヤ。班長、よろしくお願いします。おう、おめえが夏目嬢ちゃんか。おめえ？ん？なんで鳩が豆鉄砲を食らったような面して。それより見てくれよ、嬢ちゃんの紋章機整備はあらかた終わってるで。はあ、これは見違えるようじゃ。へへへ。どうもアライアンスじゃ満足な整備ができてなかったみてえだからよ、徹底的にメンテさせてもらったぜ。ネジの一本までこだわってんで。あんこ自身のこだわりでこっちはもうヘトヘトやで。はよ引退してほしいわ。やかましいやい。そうしてほしけりゃ早くこの俺をうならせる仕事をしてみせやがれ。なんやと？猛録してうちの仕事よう見えとらんのとちゃうか。んだと？やるってのか。おお、やったろやないかい。よーし、方針鏡面磨きでいくぜ。望むところや。おー！どりゃカズヤ。夏目、君はこれからこういうのにも慣れていかなくちゃいけないんだ。慣れろと言うても、いつもこんななのか？この2人はこんな感じだね。なるほど。つまりこれがこの者らの整備技術なのだな。勝負にしてお互いを高め合うという。そう言えなくもないかな。5分もしたらお互いの息が切れて勝負はうやむやになるから。そしたら夏目との精神リンクの調整にかかってもらってね。ちょっと待てい。わらは置き去りか？そうだよ、整備くらい僕なしでもできるようにならなきゃ。隊員として最初の試練だと思って頑張ってみて。わかった。しかしこれはやかましいの。あれ、テキーラにアニス。ある白波。よ2人ともトレーニングルームの前でどうしたの？まあね、ちょっと体を動かそうかと思ったんだけど。俺もこう決戦を前にバーッと汗を流してよ、スカッとしとくかと思ったんだがよ。だったら中に入ったら？
どうして入り口に溜まってるのさ。それがね。中見てみろよ。中？うわ、すごい、リリーさんが。真剣でしょ。なんて言ったって次はセルダール、シャーベットの故郷でもあるし、王様を救う戦いでもあっからな。そりゃマジにもなるぜ。シャーベットって普段は思ってることを読み取りにくいタイプだけどさ、これはさすがに気合がビリビリと伝わってくるわ。こりゃ水を差すわけにはいかねえって思ってさ、テキーラとここにいたってわけ。そうか、確かにこれは邪魔しちゃ悪いね。リリーさん、ずっとソルダム陛下のことを気にしてたんだろうね。ええ、本当だったら直接セルダールに向かいたかったぐらいでしょうよ。それにしてもすげえ太刀筋だぜ。俺の投げナイフでも太刀打ちできねえな、こりゃ。さすがは天才騎士よね。魔法じゃ絶対かなわないし。あ、そうなのか。そういえば歴史的にそれが証明されてるとか言ってたよね。そりゃどういうこと？あら、アジートまで知らない？もしかしてこれってマジーク以外ではマイナーな知識なのかしら。なんだよなんだよ、もったいつけずに教えろよテキーラ。僕も知りたい。いいでしょテキーラ。私たち魔女にはあんまり愉快な話じゃないんだけど、ま、いいわ、お茶でもおごってくれたら話してあげる。ああ、そんくらいお安い御用だぜ。な、財布。誰が財布だ。悪いわね、白波。いいえ。先生、そんじゃ一つよろしくお願いします。はいはい、それじゃあまず最初にこっちから聞くけど、どうして昔からノイエの名手はマジークじゃなくてセルダールなんだと思う？つまりなぜ魔法の星が天下を取れなかったか。ああ、そりゃセルダールの方が強かったからじゃねえの？あれ、でも考えてみりゃ変だな。マジークには強力な魔女がゴロゴロいんのに、なんで普通の人間に勝てねえんだ？そう、はるか昔マジークはセルダールに侵攻したことがあった。一流魔法使いを山のように投入してね。だけど最終的にマジークは負けたの。だからなんでだよ。それはセルダールの騎士団がそもそも対魔法の技を極めた戦闘集団だったから。対魔法？そう、アンチマジック、連騎って言ってね。この連騎をまとった剣技のことを連想剣というの。白波、あんたも見たでしょ、シャーベットの連想剣。ああ、うん、見た見た。連想剣を身につけた剣士が刃を振るえば、あらゆる魔法が霧のように消されてしまう。マジで？マジよ。セルダールはこの連想剣を使ってノイエ中の悪い魔女を片っ端から懲らしめて、今の王に連なる王朝を打ち立てたってわけ。これマジークじゃ子供用の歴史の教科書に載ってるんだけど、本当に知らない？全然。あ、そう。ま、とにかくそんなわけで魔法じゃまず連騎使いの騎士には勝てないのよ。へえ、連想剣ってそこまで強力だったんだね。言っとくけど叶えないのは連騎を収めた本物の騎士だけの話よ。でシャーベットは本物の中の本物なのよ。最年少でこの隊長に抜擢された超天才の女騎士ってね、有名だったわよ。へえ、まるで知らなかった。あんたそれでもシャーベットの彼氏？ダメじゃない。ごめんなさい。ってことはだ、じゃんけんに例えればテキーラがパーでリリーはチョキか。パーってあんたね、私を例えるならグーでしょ。グー、バッチグーのグー。妙なとこにこだわるな。でもまあじゃんけんの例えは結構的を射てるかもね。魔法では叶わないと言ったわけ。分かったかしら？あ、分かったぜ。
つまりテキーラはリリーより弱えんだよな。そうだけど嫌な要約するわね。よくわかった。ありがとうテキーラ。これでまたリリーさんのこと少しだけ深く分かった気がするよ。頑張んなさいよ白波隊長。さてここにいつまでもいたってしょうがないし、私は先に行くわね。もうすぐ重力圏を抜けてクロノドライブでしょ。そのはずだよ。またねテキーラ。よっしゃ、すっきりしたとこで俺も行くぜ。それじゃな。また後で。それじゃあ僕の方はみんなの様子でも見回ってみるか。あ、リリーさん終わったんですか？和也？まさか和也覗いていたのか？ええ、ちょっと覗いてましたけど。なんということだ。確かに私は今シャワーを浴び終わった。それを和也、お前が覗いていたとは。素早いじゃなくて誤解です。見られて減るものではないが、しかしこっそり覗き見るとは NG だ。この破廉恥行為断じて許せん。かくなる上はこの場で成敗を。いやちょっと話を。冗談はリラックスを促す心の薬だ。どうだ？何やら皆に気を使わせてしまったようなのでな。照れ隠しを兼ねたジョークだ。気づいてたんですかリリーさん。もう少し早く気づけばよかったのだが、やはり気が高ぶっていたようだ。後でもう少し心を静めてみるとしよう。リリーさん、絶対セルダールを解放してソルダム陛下を助けましょうね。戦いに絶対はないけれど絶対です。その気持ちを力に変えましょう。和也、絶対だ。絶対に勝ってみせる。今の私にはお前もついている。負けるわけがない。リリーさん、当てにしているぞ隊長。はい、必ず。さてと、セルダールに着く前にみんなの気持ちを高めておこう。今度の戦いからは夏目も参加してくれる。夏目のテンションにも注意しなくちゃな。分かったわ。ちょっと気が早いけど検討しておきます。頼んだぜ。楽しみにしてっからよ。その代わりというのは変かもしれないけど、次の戦い活躍を期待してるわよ。任せとけって。そんじゃな。和也じゃねえか。やあアニス、なんだか嬉しそうだけどいいことでもあったの？いいことはこれからあるかもしれねえってだけなんだけどな。へえ、どんなこと？そいつはまだ秘密だ。まあ決まったらちゃんと話すからよ。それじゃ話してくれるのを待ってるよ。じゃあな。一体なんだろう。休暇よ。休暇？ええ、和也くんは知っておいた方がいいわ。アニスさん、今回の事件が解決したら少しまとまった休みが取りたいそうよ。どうしてですか？旅に出てトレジャーハントがしたいんですって。旅？
どのくらい長い休みを取るつもりなのか具体的なことは決まってないみたいだけど、多分そのうちアニスさんの方から和也くんにも話が行くと思うわ。アニスが旅に出るだって、そんな。大丈夫よ和也くん、きっと心配はいらないわ。彼女は本当に優しい子だから、この船のみんなのこともちゃんと考えてくれてるわよ。ただそのせいで自分のしたいことができなくなってしまってるだけ。アニスのやりたいこと？ええ、あなたなら分かってあげられるでしょ。だから私もアニスさんの希望にはできるだけ応えてあげたいと思ってるの。ココさん、そうですね。ココさんがそんな風に言ってたって知ったらアニスも喜びますよ。あ、喜ぶより先に照れちゃうかな。そうね、あの子のことだからきっと顔を真っ赤にしてしまうでしょうね。まあそういうことだからアニスさんの気持ち頭の隅に置いておいてね。はい、わかりました。もちろん夏目さんや他のメンバーのこともよろしくね。はい、みんながベストコンディションで戦えるよう頑張ります。期待してるわ。では失礼します。夏目。なんじゃ和也か。シャーベットが追ってきたかと思ったわ。また護衛から逃げてるの？ふふ、部屋を出る前にうまく巻いてやったのじゃ。それよりも和也、良いところに来たの。これはどうやって遊ぶのじゃ？これは卓球といって一人で遊ぶものじゃないよ。なんじゃと？それならばソチがわらわと一緒に遊んでくれ。まあ遊ぶのは構わないけど、これって初めてだと結構難しいよ。それでもやるの？侮るでない。これでも幼少の頃は天才公女と呼ばれたものよ。このわらわにできぬことなどないわ。天才公女って公女は一人だけだしな。まあいいや、じゃあやってみようか。夏目はここに立って、でラケットをこう持つ。そうそう。ずいぶん貧弱なラケットじゃの。こう頼りがいのないというか。そのラケットでこのピンポン玉を打ち合うんだ。じゃあ僕は反対側に行くからね。それじゃあ僕がサーブを打つね。サーブ？最初に打つ人のこと。球がそっちに行ったら夏目もワンバウンド以内でこっちに打ち返すんだ。そっちが先手を取るのか。わらわにやらせぬとは不届きじゃな。最初は見本ってことで許してよ。いつでも始めるがいい。じゃあ行くよ。こんなの簡単に。なんじゃと？慣れるまではラケットに当てるだけでも難しいんだ。球は後で拾うから次行くよ。たかだか球の分際で生意気じゃ。お、やるね。もう打ち返すなんて。打ち返すくらい当然じゃ。これでそっちの陣地に入れればいいんじゃろ。そう。じゃあ次行くよ。待つのじゃ。次はわらわから打たせるがよい。ちょっと難しいと思うけど、まあいいか。じゃあはい、球渡すよ。おお、スカスカした軽い球じゃな。では参る。わらわのサーブを受けてみよう。あら、どんまいどんまい。何回でもやってみていいから。へい、バカにするでない。次はちゃんと。あれ、この球が軽すぎるのがいかんのじゃ。だからこそそこのコントロールがゲームのポイントなんだ。今度こそ。お、
やめちゃうの？上手くなってきたのに。もう飽きた。次に行くぞ。カズヤ、これはどう遊ぶのじゃ？ああ、これはキャッチャーだよ。お金を入れてボタン操作でぬいぐるみを取るんだけど、一回やってみせようか。やってみせよ。この2つのボタンでアームを操作するんだ。欲しいぬいぐるみの上で止まるようにね。これでどうかな。あー、やっぱりダメか。なんじゃ取れるではないか。うまくやらないと取れないところがゲームになってるんだよ。こういうのって僕はあんまり得意じゃないから。情けない男じゃの。では次じゃ。自分でやってみないの？ぬいぐるみの作りが雑で趣味に合わぬ。そうかな。よくできてる方だと思うけど。これはどう遊ぶのじゃ？ああ、これは夏目には向かないんじゃないかな。どういうことじゃ？説明せえ。これはパンチングマシンって言って、ここを叩く力を測定するんだ。ほう、ずいぶん野蛮なゲームじゃな。では和也、ソチがやってみせよ。僕がやるの？まあいいけどね。ファーストラウンド、プレイヤー1レディーゴー。よーし、いくぞー。127kg。それがソチのパンチの強さということか？そういうこと。それじゃあそういうことで。面白そうじゃな。わらわもやってみたいぞ。うっそー。じゃあ2プレイヤー乱入と。プレイヤー2レディーゴー。和也、見ていよ。17kg じゃと。わらはおバカにしておるのか。まあ今のはそんなもんだよな。何か言うたか？いや、多分機械の故障じゃないかな。じゃろうな。まったく整備不良とはけしからん。結局どの遊びも子供騙しじゃ。わらわに合うものは見つからぬ。遊びにも多少の忍耐は必要だからね。わらわに忍耐がないと？いや、まあよい。説明大義であった。ソチにも見回りの任務があるのであろう。それじゃあそろそろ行くね。またわらわの気が向いた時に付き合ってもらうぞ。遠慮なく言ってよ。それじゃあね。やあ、アニス、頑張ってるね。おう、和也、俺はいつだって全力投球だぜ。だね。もしかして次の戦いに向けてトレーニング中？まあな。でも別にそうでなくたってトレーニングは欠かさねえ。お前だってトレーニングしにここに来たんだろ？どんなトレーニングにするかまでは考えてなかったけど。よっしゃ、それじゃあ俺と勝負しようぜ。いいけど、何で勝負するの？なんだっていいぜ。エアロバイクで競争でもしてみるか。マシンを使っての勝負だとまた何か壊しちゃうような気が。いや、マシンを使うより体を使って直接勝負できた方がいいかな。へえ、和也にしちゃ珍しいじゃんか。だったら望むところだぜ。
格闘技にすっか、それとも剣術とか棒術がいいか。まずい。この場合マシンじゃなくて僕が壊される気がする。セルダールでの戦闘も控えてることだし、怪我しそうなことは避けた方が。細けえなって言いてえとこだけど、確かに怪我するわけにはいかねえんだよな。どうかしたの？次のセルダールでの戦いは何が何でも絶対に活躍してみせなきゃいけねえ。アニスならいつも活躍してくれてると思うけど。まあな。でもそんなもんじゃねえ。派手に大活躍しなきゃ意味がねえんだ。なんでまた？だってよ、今度の戦いはセルダールだぜ。大活躍したら王様に願いとか聞いてもらえそうじゃんか。あ、そうか。確かにありえない話じゃないかも。俺さ、昔っからセルダールの遺跡には興味あったんだよな。それってもしかしてトレジャーハンティングしたいってこと？おい、もうずいぶんやってねえからな。今から腕が鳴るぜ。トレジャーハンティングね。直接トレジャーを欲しがらないところがアニスらしいな。でな、和也、実はこの事件が終わったら休みをもらえねえか個々に相談してみたんだ。そしたらよ、セルダールで大活躍してくれたら考えますだってさ。だから俺は次の戦いで絶対に活躍しねえといけねえんだ。そうだね。何事も努力次第だよね。当たり前じゃねえか。だからこうやってトレーニングしてんだよ。ねえアニス、もし取れたらの話だけど、休暇って長く取るつもりなの？あ、そうだな。調べたい遺跡は山のようにあるからな。一つ一つ回ってたらすげえ時間かかるぜ。そうだよね。やっぱり長く休むんだ。寂しくなるけど、アニスの性格からすれば旅に出たくなるのも無理ないよな。もともとここにいることになったいきさつだって偶然みたいなもんだし。まあ長けりゃ1週間ってとこだな。だって今すごく時間がかかるって。そういう大掛かりなやつは老後の楽しみにとっとくぜ。今はここでお前らといるのが楽しいからな。人生はまだまだ長いしよ。アニス、君ってやつは。ストップ。お前俺のこと褒める気だろ。ダメなの？褒められんのは苦手だって前から言ってんだろ。嫌なんだよむずがゆくって。でも僕は今アニスを褒めたい気持ちでいっぱいなんだよ。うわー、勘弁してくれ。もうトレーニングはやめだ。じゃあな。ちょっとアニス、そんなに嫌がらなくたっていいじゃないか。嫌なものは嫌なんだ。ああ、言っちゃった。そんなに照れなくてもいいのにな。この度はハイエツつか祭り。何やってんの？王様に願い聞いてもらうとき、丁寧な言葉の方が印象いいかと思ってよ。いや、もう前に会っちゃってるし、今さら無駄じゃないかな。だな。リリーさん、どうしたんですか？姫に逃げられてしまった。見かけなかったか？さっきレクリエーションラウンジで会いましたよ。急げばまだいるかも。何？それは本当か？和也、有効な情報を感謝する。姫、逃げても無駄ですぞ。
夏目に怒られるかな。ごめん夏目。よし、気になる箇所はだいたい回れたかな。いよいよ決戦だ。僕も部屋で十分に休んでおこう。さすがに敵の数は圧倒的ね。クロノゲートがあるのは敵軍を挟んでちょうど反対側ね。ゲートさえ復活すれば UPW の軍隊と挟み撃ちにできるんだけどな。少尉、ありえない希望は持たないことです。もともと敵側も UPW の介入を阻止するためにゲートを破壊したのでしょう。そうね。今回はノイエ側の人員だけで勝つしかないわ。艦長、マジーク艦隊より通信です。スクリーンへ。なかなか壮観な光景ですね、ナッツミルク艦長。キャラウェイ氏、ご覧のように我が方はマジーク艦隊を加えても数では不利な状況です。そのようですね。降伏を迫ってこないのが不思議なくらい。それが参考尺のルールなのでしょう。これまでの戦いもそうでした。彼らが狙ってくるのはこのルクシオール。それも変わらないと思われます。全ては機関を沈めるためにと。はい。ますます得心のいかない話ですね。機関だけを沈めて何の利があるというのでしょう。わかりません。しかし彼らがこのルクシオールを沈めることを一つの目的としている。それは確かなようです。それを成し遂げた者が勝者。そんな決め事が見え隠れするのです。機関が戦いに出なければセルダールの軌道から地表に攻撃を加える。それが相手方の提示した条件でしたね。機関とその乗員を差し出せではなく、あくまでも戦え。はい。それならばやはり機関の破壊、あるいは確保をしたいわけではなく、ルクシオールに戦って勝つこと、それが目的だと考えられますね。おっしゃる通りです。そしてその目的につけ入ることのみが我々に与えられた勝機と考えます。ナッツミルク艦長、それではあなたは。はい。本艦をあえて敵陣正面にさらし敵機関を引きつけるつもりです。危険は承知しておりますが、試算の結果この作戦が一番可能性があるのです。ならばむしろ我がマジーク艦隊を盾とした方が良いのではありませんか。その上で距離を詰めれば、あるいは。ご提案感謝いたします。しかしそれでは餌として弱いのです。何が何でも敵の機関を前面に引っ張り出さねばなりません。さもなくば数で勝る敵軍の前に徐々に戦力を削られていってしまうでしょう。まことマイヤーズ元司令に劣らぬ思い切りの良さ、わかりました。では艦長、ご指示を。マジークの艦隊は散開して無人艦を可能な限り足止めしてください。被害を最小限に抑え、できるだけ長く増援を食い止めてほしいのです。エンジェル隊が戦えるスペースを確保できれば局地的には十分に戦えます。簡単とは言えませんが、キャラウェイ氏、お引き受け願えますか。承知しました。この作戦の全権は艦長、あなたに委ねられています。我々は従い全力で使命を果たすのみ。
ご分を。ありがとうございます。ではこれより作戦を開始します。和也君、ルーンエンジェル隊をブリーフィングルームへ。了解。さてさて、いよいよ最後の星セルダールの奪還ってわけね。あ、テキーラ。やっぱり今回はテキーラの方で出るの？そうね、前回はミスっちゃったからあの子に任せるしかなかったけど、やっぱり基本的には私が担当した方がしっくりくるのよね、お互いに。そうなんだ。でももう白波がリクエストするならあの子も気が変わるかもしれないわ。リクエスト？ええ、合体相手を選ぶときにちょちょってね。やり方は簡単だから自分で見つけなさい。はあ。そこ静かになさい。説明に入りますよ。あ、はい、すいません。ではこれがスキャン結果による敵機関の配置です。本艦はまずこの位置に飛び出しカルバドス艦をおびき寄せます。これに成功できればベネディクタイン艦やジュニエブル艦も功を取られまいと考え、このように競って接近してくるでしょう。機関3隻を叩くことさえできれば残った無人艦はさほど脅威ではありません。よって今回のミッション目標は敵機関3隻の撃退となります。彼らの目標がルクシオールであるという事実、そして互いに競い合っているということ、これらの予測に基づき敵の心理を利用するわ。長期戦になるでしょうからうまく補給してね。ファーストエイダーのリペアも重要なポイントになるはずよ。ナノちゃん、しっかりね。任せるのだ。和也くん、今回からは夏目さんもパピオンチェイサーで参戦してくれるわ。支持する機体がまた1機増えるけどよろしく頼むわよ。わかりました。皆の者よろしく頼むぞ。必ず役に立ってみせる。みんなチームワークを忘れないで。それがあなたたちの勝利の鍵よ。了解。和也、今回はわらわと合体してくれぬか。夏目、わらわとて戦に出るのは初めてではない。別に心細いわけではないが、ブレイブハートの増幅効果があればきっとパピオンチェイサーもさらなる活躍ができよう。まあ措置には措置の考えがあるであろうから無理にとは言わぬがな。検討しておいてくれ。ではな、頑張ろうぞ。
る好機。我が船の目の前にルクシオールが。奴らより先にルクシオールを撃つ絶好の機会。全速力で向かえ。カジルコ、前方のルクシオールに対し全速前進を開始しました。愚かな、挑発にやすやすと乗り寄って。しかし手からをみすみす渡すわけにはやむをえん。カルバドスの後を追え。本艦もルクシオールを叩く。カジルコ、ファインコ共に前進を開始。バカ、あれほど功を焦るなと言っただろう。くそ、僕も動くしかない。ルクシオールに向けて移動だ。いいわ、敵は案の定食いついてきた。みんな、あとはあなたたち次第よ。この大たわけどもめ、わらわが急を据えてくれるわ。エンジェル隊3隊、これより攻撃態勢に入る。カズヤ、機関だけを攻めるんだ。ザコを相手にしている時間はないぞ。愚かな死を罰するも君主の務めじゃ。少し撃たれた。大したことね。よし、それで狙っているのか。下手くそね。当たったようじゃな。目標撃墜です。センサーに敵へ捕捉。逃がしはしないよ。ぬるい。着弾を確認。どこを狙っている。こっちだ、こっちだ。攻撃に接して押しまくり。ミドルパーフェクトだ。今日はいつになく調子がいい。エデン人ともいい気になる。敵鋭角に逃しはしない。敵を破壊。攻撃当たり。もう少し時間を短縮できたかな。了解なのだ。敵を捉えた。攻撃に向かう。スタンドプレーは滅びを招く。こんな遅い故に球にバルカスクは敗れた。危ないところでした。了解。少し危なかったな。攻撃成功。今敵の攻撃は回避なのだ。よくあれはそのが当たらないのだ。攻撃当たっちゃったのだ。目標撃破。着弾を確認。攻撃に成功した。敵艦大破。次行くぜなのだ。急所をついたようだ。了解です。お、いた。余力があれば補給に行きたいものじゃな。命中なのだ。よかろう。燃料半減。意識しておいてくれ。わかった。撃破した。まだまだ動きが甘い。回避成功です。攻撃成功なのだ。パーフェクトだ。今日はいつになく調子がいい。やってくれるではないか。了解。ハイパーブラスター行きます。うわ、残りエネルギー半分になりましたわ。なかなかの当たりだ。見ていたか。あ、敵なのだ。センサーに敵へ確認。今度は外しはしない。見切った。よし、攻撃開始だ。回避なのだ。ラジャー。オーケー。ちょっとギリギリでした。その敵を狙うんですね。撃破した。まだまだ動きが甘い。エクストリームランサー目標を設定。サーチ完了。攻撃に向かう。エクストリームどうだ。歯応えがある。先の敗戦も偶然ではなかったというわけか。イーグルゲイザー了解。おっと、危ねえ危ねえ。
ホーリーブラッド了解。ファーストエラーにご飯をあげてくるのだ。ジェノサイドハイパーこの威力想像を超えてくるか。もうすげえな。5番機まだまだ急に戻るぜ。わかりました。オーケー、ヒットしたぞ。ヘキサクロスブレイク。回避成功。回避成功。これでまた戦える。ここで落とされては衝撃センサーに敵影確認。2番機目標撃破軽いものだ。ジャストヒット。ざっとこんなものさ。敵にダメージを与えた。次で決めよう。了解。4番機甘い。攻撃成もらうわけにはいかないな。回避失敗。だが問題はない。目標終了。沈黙です。してくるか。残念。当たってないよ。陛下お待ちください。今しばらくのご辛抱です。くらえ。2番機目標撃破もう逃げ場はないのだ。これで大丈夫。勘弁するのできます。ホーリーブラッドエネルギー半減。回避成功。さて次はドイツかな。ちょっと避けきれなかったみたいなのだ。承知した。当たったのだ。攻撃回避したぜ。今の距離で避けられるなんて。すまない、外した。もう一度行く。一つやっつけたぜ。やっと敵発見だ。イルスダメージ。けよ。終わりなのです。敵を成敗したぞ。2番敵を発見。すぐに攻撃に向かう。敵艦大破。次行くぜ。逃げられたのだ。いいところに着弾したみたいです。はいなのだ。補給完了。さあ指示をくれ。回避できました。上々じゃ。回避なのだ。容赦ない攻撃だな。中立が効いてあげるよ。気合最高だな。ふざけるな。完了。まだまだいける。落ち着け。やりました。参考策の機関全て撃退に成功しました。ありがとう。みんな素晴らしい活躍だったわ。ただ敵の動きが少しおかしいの。今のうちに一度ルクシオールに帰還して。了解。前期直ちに帰投します。エンジェル隊戻りました。ナッツミルク艦長、おかしな動きとは。あれはどうやら衛星の裏に隠していたみたいね。あれは一体。艦長、機能停止していたはずのカルバドス艦が動き始めました。なんですって。ベネディクタイン艦、ジュニエブル艦も移動を開始。いえ、移動というよりあの巨大な物体に引き寄せられている模様です。とんでもないものを隠していたわね。カーチューさん、スキャン結果は？信じがたいエネルギー量です。機関3隻の動力が連結された結果、その出力はルクシオールの優に50倍。全てを攻撃に転換されればその威力は計り知れません。合体艦回答開始。目標セルダールです。まずい。セルダールを直接攻撃する気だ。そんな、一体どうすれば。これは魔法の気配。何をするつもりだジュニエブル殿。
コアシップを用いた攻撃は禁じられているはず。これはルール違反だ。そんなことをしたら申し開きもできなくなるぞ。うるさいな、少し黙れよ。元はといえば安い挑発に乗せられてこんな事態を招いたのは君たちだ。それにこれはルール違反じゃない。攻撃目標はルクシオールではなくセルダール本星だからね。何？なぜもはや抵抗もできぬ王国を？それこそ何の意味があるというのだ。僕たちが負けを重ねた理由を考えてごらんよ。あの忌々しいエンジェルどもの力の源、それは希望さ。決して諦めない精神力が紋章機に驚異的なパワーを与えるんだ。だったらその希望を絶ってしまえばいい。セルダールを星ごと葬り去ればもはや彼らには絶望しか残らない。そこを改めて攻めるんだよ。もちろん定められた手段でね。要はこのコアシップでルクシオールを攻撃しなければ問題ないだろう。おお、なるほど。目の前でセルダールの最後を見せつけるというわけだ。その通り。さあセルダールの豚ども、ハチェット家に伝わる禁忌の術、それに超越科学が融合した力を味わんがいい。我が祖先を辺境へと追いやったその報い、今こそ思い知れ。間違いありません。この感じ、魔法が2つ動き出しました。1つはあの船を守る防御陣、そしてもう1つ、これは禁呪。禁呪ですと？カルア、禁呪って？永久魔女でも触れることの許されない禁断の領域から生み出される負の波動、最大にして最強の破壊呪文、それをあのエネルギーに乗せて放とうとしていますわ。何？セルダールに向けてなのか？はい、臨界まであと十数分はかかるでしょうけれど、発動したらセルダールはひとたまりも。カーチューさ、手法1問のみ発射。目標合体艦。了解しました。手法7番のみ開放。発射。全く効かないわ。これじゃ全問一斉射撃でも。はい、魔法と科学の長所をうまく融合させた強度も持続力も抜群のバリアーですわ。このまま魔法が臨界点に到達したら、セルダールは星ごと壊滅か？冗談じゃねえぜ。どうしたらいいのだ？カルア、マジークの時のように解除はできないのか？これは外からでは無理ですわ。どんどん魔力が高まってきてます。ヨサヌカ・ジュニエブル、何億もの民の命を奪うつもりか？ジュニエブル！一体どうしたら、もしセルダールが壊滅したら僕たちは。艦長、セルダール惑星表面にエネルギー反応です。バカな。セルダールは動力停止を受けているはずでは。いえ、これはミサイル、それも燃料を用いた燃焼式推進です。なるほど、それなら確かに動力停止の影響は受けない。しかしそれではあまりにも旧式の技術だ。これでは合体艦への攻撃はおろか、おそらく大気圏をも突破できない可能性が。待って、これもしかしたら。何かと思えば見ろ、あの骨董品のロケットを。哀れなものだ。悪あがきと呼ぶのもはばかられる。何をしたって僕の魔法防御陣は破れないよ。僕らの動揺を狙ったのかい、ソルダム王。惨めだな。ルクシオール、大気圏へと降下。本艦とセルダールの間に向かっています。わざわざ攻撃の車線上に？自
自分たちは撃たれないと踏んでセルダールへの攻撃をやめさせるつもりか。残念だったね。ルクシオールが望んで破滅するのであれば僕は躊躇しないよ。ウィルのあいつだって認めるはずさ。遠慮なく撃ってもろともに消し飛ばしてやる。ココさん、ミサイルの回収終わりました。すぐに開けてみて。何かメッセージが入っているかも。このパネルはこの得体の紋章ならば暗証コードは。ケルシー？死ぬかと思った。サンタローザ。カズヤ、リリー、生きてるって素晴らしい。まさかお前たちが伝令に直接ミサイルに乗って。その通り。決死の覚悟で回収してくれてありがとう。よく気がついてくれました。でも今は喜び合ってる暇はないの。すぐにココに合わせて。ソルダム陛下と騎士団の反撃作戦早く伝えなくっちゃ。そうだ、ブリッジ。あっとそうよ、その前に。あっとそうだわ、その前に。リリー、預かり物よ。これは私たち妖精の故郷の星スプライトより初代の王様に贈られた名高き技物。妖精剣ティングルベル7への5剣に譲渡完了。妖精剣？なぜこんな時に剣を？諸侯よ、屈強なる騎士たちよ。この気球存亡の事態に際し、世は世の愛する国と民のためここに戒律を破棄する者なり。騎士たちよ、ついに反抗の時は来た。妖精たちはルクシオールに至り、妖精剣は7への5剣の手に渡った。今こそ我らの力を示す時、邪悪な魔の力を打ち砕く時。掲げよ、練り上げし神奇の刃、抜刀。我らの力をソルダム陛下に。覇者の刃をソルダム陛下に。世の剣は天空への道。2000の連騎よ、高く登れ。7への5剣リリーよ、この力を受けて迫る魔を討て。ケルシー。オッケー。サンタローザ任せて。感じる多くの連騎がこの剣に集まるの。呪文詠唱完了しました。発射。リリー、今よ。大魔連想剣最大奥義マッハブレイカー。敵エネルギー波によって防衛陣が打ち消されました。なんだって。艦長、頼む。了解。四方発射。カルマデス、ベネディクタイン、分離だ。ジュニエム、もうダメだ。撤退するぞ。だからわしの言う通りさっさと叩き潰せばよかったのだ。
この始末どう責任をつけるつもりだジュニエブ。ジュニエブル様、ルクシオールから降伏の勧告が。なんということだジュニエブル、ジュニエブル。この僕、希代の妖術使いとして名を馳せたハチェット一族の末裔のこの僕が再びセルダールに向けて神戸を垂れるだと。ふざけるな、お前らの勝ち誇った面なんて僕は絶対に認めない。手法発射用意。セルダール都市部に向けて生きている訪問を全て解放するんだ。禁呪が破られたからといって何だと言うんだ。攻撃の手段ならまだまだある。セルダールの豚どもめ、無傷で済ませやしないぞ。すごい、剣技であの魔法を打ち消すなんて、これがセルダール騎士の連騎の力。艦長、ジュニエブル艦が返答の代わりに砲塔をセルダールに向けようとしています。なんじゃと。くそ、まだ悪あがきする気かよ。そんな、もう勝算はないはずなのに。あくまで星を巻き添えにしようというの。ココさん、これはもう力ずくでも。ええ、全訪問解放。目標完全のジュニエブル艦、急いで。はい。ダメだ、このままじゃ相手の方が早い。最初の数発がセルダールに着弾するのは回避できないだろう。そんな、どうすればいいのだ。どうにもならない。そんな、ジュニエブル、やめー。せっかく禁呪を破ったっていうのに、たとえ三公爵に勝ったってセルダールがやられちゃったら、くっそー、何か手はないのか。手法発射準備整いました。おい、何を熱くなっておるのだ。気候らしくもない。残念だがここはもう勝ち目はない。一旦撤退するんだ。黙れ。あいつらに思い知らせてやるんだ。てー。ゲート方面より攻撃。あれは UPW 軍です。機関部をやられました。本艦は航行不能。どういうことだ。なんで、どうして。ゲートは確かに機能不全にしておいたはず。一体いつの間に動くようになったんだ。どうして、一体なぜだ。うわー、ルクシオールからの攻撃。本艦はもはや丸裸です。ジュニエブル、このままでは撃沈される。わしの方は先に撤退するぞ。逃げる？一体どこへ逃げろと言うんだ。この状態ではクロノドライブなどできん。もう手遅れだ。ジュニエブル、貴様がグズグズしているから。損傷率 80%、 もう持ちません。負ける。僕はセルダールにまたしても負けたというのか。最強の文明を与えられ、最強の術を駆使してもあんな貧弱な奴らに僕が負けた。エルシオール、一体どうやってゲートを。とにかくチャンスよ。砲撃の手を緩めないで。はい。エルチオールから通信です。スクリーンに出します。マイヤーズ長官。やあココ、一体これはどういうことだい。ゲートをくぐったらいきなり交戦状態だし、セルダールは撃たれそうだしね。まあとりあえず発射は阻止したけど、正直驚いたよ。もうタクト遅いのだ。もうちょ
トットで手遅れになるとこだったのだ。本当にもうダメかと思いました。もったいつけてねえでもっとさっさと来やがるってんだ。いやー、なんだか知らないけどいいタイミングだったみたいだね。マイヤーズ長官、どうやって壊れたゲートを起動させたんですか？まあそれは後で話すとして、目の前の敵でしょ。やっつけちゃっていいんだよね、ここ。はい、お願いします。何事です？時空湾曲反応感知。どうしました？早く報告しなさい。ものすごい規模です。信じられない。はっ、艦長、あれを。なんなの？あれ。おいおいおい、こいつは一体。なんなんだこれは。どうした？一体何が起きた？わかりません。後方に突然局所的な重力圏が出現。引き寄せられます。これはまさか。そうみたいだね。ああ、ついに来ちゃったよ。これはそう、間違いない。ウィルのあいつが僕らを引き寄せているんだ。ウィルだと？まだ誰もルクシオルを沈めてはいないぞ。誰が鍵を手に入れるか、まだ勝負はついていない。こんな状態でウィルに報告できるか？ふん、わざわざ報告するまでもなく、あいつは全てを見ているよ。アジート、ピコ、マジーク、そしてセルダール、全て敗れ、もう僕らにルクシオールと戦う機会はない。だからもう回収されるんだ。では鍵はどうなるのだ？もうチャンスがないというのか？わしは納得できん。こんな一方的な幕引きは。では将軍だけここに残って撃沈されるか？いずれにせよ我が輩たちに助かる道はない。ならばもはや回収であろうと何であろうとすがるほかあるまい。ふんふんははゲームセット、これまでか。ふんふんナンセンス、つまらないな。ふんふん何？セルダールは敵はどうなった？リリーさん。突然敵の後ろに穴のようなものが現れて、そしてその中に消えていった。なんだと？どういうことだ？リーちゃんも見てみるのだ。ほら、あのように。これは。この穴、まさか。マイヤーズ長官、何か心当たりが？いや、勘でしかないけど、俺が急いでここに来た理由に関係があるかもしれない。見ろ、閉じていく。なくなってしまった。ナッツミルク艦長。キャラウェイ氏。まったく驚きましたね。突然援軍の助けが来ただけでなく、正体不明の穴まで現れようとは。はい、想定していなかった事態です。その謎の穴も消えてしまい、敵を追いかけることもできません。ええ、しかし参考尺を退けることには成功し、
セルダールは無事守られました。あなた方はアライアンスに占領された星系を全て解放したのです。ここは限界体制を維持しつつ、ひとまずセルダールにて今後の作戦を練りましょう。わかりました。すみません、よろしいですか？これはUPW 長官タクト・マイヤーズ殿。外交プロトコルを無視した非礼、お詫び申し上げます。いえいえ、このような非常時です。お気になさらずに。その作戦会議 UPW も参加させてもらえますか？実は今の穴少し心当たりがあります。なんとそれは詳しくお話を聞かなければなりませんね。ぜひともよろしくお願いします、マイヤーズ長官。恐れ入ります。では後ほど。マイヤーズ長官。和也、詳しいことはセルダールに降りてから話すよ。ここそちらの事情もその時に。了解しました。さあみんな準備を整えて、セルダールに着陸するわよ。了解。これで一応全ての星を解放することができたんですね。でもなんだかすっきりしないのだ。確かに勝利と呼ぶにはあまりに釈然としない。だな。結局連中は逃がしちまったし。ジュニエブルたちは一体どこへ消えたのじゃ。謎はそれだけじゃない。三皇がなぜこの船を狙っていたのかもわからないままだ。わからないことだらけですわね。うん。セルダールの歴史に伝わる騎士の鏡アーデルハイド。波乱に満ちた人生の中でもその信念は変わることなく王への忠義を追求し続けたという。私もまた彼女を理想としてそのようにありたいと生きてきた一人の騎士。そのポリシーに一片の曇りもないはずであった。だがこの心の迷いはどうにもならない。リリーさん。カズヤ、一体私はどうすればいい？お前との愛を捨て王のもとへ馳せ参じることこそが忠義だというのなら、私はリリーさん。次回ギャラクシーエンジェル2無限回廊の鍵第8章騎士の誓い。エンジェル隊、ここは本当に私の居場所なのだろうか。